今日は ASUS TUF-F15 というゲーミングラップトップ PC を紹介したいと思います。第11世代インテル Core i7-11370HCPU に GeForce RTX 3060、そして2560×1440 という WQHD 解像度に 165Hz のモニターを搭載しているミドルエンド向けのゲーミングラップトップ PC です。詳細なスペックは概要欄に記しておきますが、このモデルは中国仕様のため日本では売られていない WQHD モニター仕様となっています。もともと HP のオーメン15というゲーミングラップトップを持っていたのですが、アイドリング時でも常に回り続けるファンの高周波数ノイズが気に入らなかったため、この ASUS TUF-F15 を購入しました。まずは外観をご紹介していきたいと思いますが、上蓋カバーはアルミ風フィニッシュの中国版特別パターン。背面に近い位置には電源、充電、ハードディスクなどの LED が閉じた状態でも確認できるような設計になっています。右側面には USB 3.2 Gen 1の Type A ポートが2つ、左側面には後ろから電源ポート、1GBps LAN ポート、 HDMI ポート、 USB 3.2 Gen 1の Type A ポート、サンダーボルト4兼 Type C ポート、そしてヘッドホンジャックが配置されています。本体正面には開きやすいように溝があり、背面は排熱ダクトがあるだけとなっています。 PC を裏返すとゲーミングラップトップ PC ならではの散熱のためのダクトがそれなりに見えます。正面からスピーカー用のダクト、背面には排熱用ダクトという感じです。 PC を開いてみると ASUS の特殊キーを備えたキーボードとなっていて、配列は特殊ではないもののゲーム向けということもあって WASD キーのみがクリアなキーになっていて特徴的です。タッチパッドは比較的広くて使いやすく、 ASUS のアーマリークレートというソフトで特定のゲーム中で無効に設定できます。キーボードは発光するのですが、ブランドカラーのゲーミング的なライトグリーンの単色に固定、明るさの調整は3段階で可能ですが違う色には設定できません。個人的には特に気にしていない部分ですのでもう満体です。モニターのベゼルは狭く、仕様には IPS レベルと濁していますが、角度によってはだいぶ暗くなっているので視野角が比較的狭い IPS パネルのバリアントなのかなと思っています。ちなみに日本仕様ではフル HD の TN パネルと正直に記載されています。ウェブカメラは付属していませんが 720p のノイズが乗りまくったウェブカメラなんて本当におまけレベルなので不要です。ということで次は音を紹介していきます。まずはキーボードの打鍵音をお聞きください。次に冷却ファンのノイズ音はサイレントモードから。パフォーマンスモード。ターボモード。そして最後にターボモードでの高負荷状態の音。次にシネベンチ R23 のベンチマーク結果ですが、パフォーマンスモードだとご覧の通りマルチコアで6190ポイント、シングルコアで1346ポイントとなっていました。ターボモードではマルチコアで7000ポイント、シングルコアで1400ポイントくらいになるらしいですがやってません。また OS は Windows 11にアップグレード済みです。はい、次はゲームのベンチマークで、まずはファイナルファンタジー14エンドウォーカーから。ターボモードフル HD 最高品質設定でスコアは9982ポイント、
思ったより伸びないのは RTX3060 が 85W 仕様だからかも。ベンチマークのデータで平均フレームレートは 72.68fps、 最低フレームレートは 34fps。 予想通りというか、中レベルの重さのゲームはそれなりに快適に遊べるという感じです。次はフォルツァ5ホライゾン。ウルトラ設定のベンチマークで平均フレームレートは 48fps、 最低フレームレートは 37fps でしたが、反応速度が必要とされるレースゲームでは最低でも 60fps は欲しいので画質を落としたいところです。次のゲームはバトルフィールド2042。かなり重い部類のゲームですが、とりあえずウルトラ画質 DLSS はパフォーマンスモードから。I'm here to help. アフターバーナーの計測でゲーム中の平均フレームレートは 24fps、 最低フレームレートは 9fps という惨状。正面から撃ち合うと照準はずれまくり、横や後ろから撃たれると振り向けずにやられ、描画が追いつかないために味方や敵の動きもおかしくて面白いですが、これは本当にひどい。すべての画質をミディアムに下げて AA ポストプロセスをロー、アンビエントオクルージョンをオフにすると平均フレームレートは 28fps、 最低フレームレートは 21fps とそれなりに遊べるレベルに改善しましたが、これでは普通に勝てません。こうなったらもう最後の砦、ロー設定で DLSS もオフです。この状態で平均フレームレートは 29fps、 最低フレームレートは 22fps と微妙に上がりましたが、この時点でターボモードにしていなかったことに気がつきました。サボテンさ、何やってんの。ということでターボモードでも録画しましたが、平均フレームレートは 36fps まで向上、最低フレームレートは 1fps と表示されていておかしいですが、多分ディスクロードの時にプチフリーズして最低 FPS がおかしくなっている感じ。ちなみにゲーム中は CPU が常に 100% に張り付いている状態なので、明らかに CPU のパワー不足というよりむしろコア不足が影響しているようです。はい、ということでまとめると、ASUS TUF Dash F15 というゲーミングラップトップ PC ではフォルツァ5ホライゾンのような GPU パワー依存型で多少重めのゲームはできるものの、 CPU パワー依存型で重めのゲームは快適に遊べないというのが自分の結論です。またレース、アクション、FPS ゲームなどで 165Hz という高速なモニターのリフレッシュレートを生かすにはそれなりに画質を落として遊んだ方が快適になりそうです。当初の目的は出先で YouTube や動画の録画編集メインでたまにゲームできるゲーミングラップトップとあまり要求水準は高くなかったのですが、最近はバトルフィールド2042をやっていることもあって、これではさすがにまともに遊べないことに気づきました。つまりもっとパワフルなゲーミングラップトップ PC が欲しいということに考え至るわけで、実はもう手元にあったりします。次のゲーミングラップトップ PC の紹介動画も近日中にアップする予定なのでよろしく。